FC バルセロナがレアル・マドリードを破り、ラリーガ連覇にして通算29回目の優勝を果たしました。ラミン・ヤマルが欠場したものの、バルセロナの組織力には微塵の揺らぎもありませんでした。均衡を破ったのはラッシュフォードの右足でした。直接フリーキック。足の甲を離れたボールはまるで自らの意思を持っているかのように、マドリーが築き上げた壁の頭上をかさざらうかのように越え、ゴールネットに突き刺さりました。続く2点目は戦術の成熟と個人のひらめきが完璧に融合した芸術作品でした。ボールを持ったダニオルモが見せたのは、周囲の時間を止めるかのような洗練された精巧なアシスト。そこへ最高速度で駆け込んだのは、最近の試合で絶好調を維持しているフェラントーレスでした。自信に満ち溢れたフィニッシュでダメ押しのゴールを決めました。序盤の2ゴールはバルセロナの優位を確信させるのに十分でした。しかし、この試合を真の意味で決定づけたのは、得点シーンの華やかさだけではありません。ピッチの中央では絶対的な支配者がコントロールしていました。ペドリです。彼の目にはスタジアム全体の俯瞰図がリアルタイムで映し出されているようでした。全方位の空間を把握し、まるで全身に目がついているかのように相手の急所をつくパスを差し込みます。ペドリ、フェルミン・ロペス、そしてフレンキー・デヨングで構成された中盤は躍動という言葉がふさわしく、マドリーに一抹の主導権も与えませんでした。前線ではフェランとフェルミンが猛烈なプレッシングをかけ、マドリーのビルドアップを無力化しました。それは単なる守備戦術を超え、このクラシコで全てを終わらせるというチーム全員の強烈な意志の表れでした。後方にそびえ立つ若き防壁たちもその重圧に怯むことはありませんでした。パウクバルシュの年齢に似合わない落ち着きと正確なカバーリング、そしてジェラール・マルティンの魂を揺さぶる闘志、特にマドリーの打開策となり得たブラヒム・ディアスの突破を完璧に封じ込め、その直後にマルティンが空に向かって野獣のように咆哮した瞬間、カンプノーのボルテージは臨界点を突破しました。彼らは一人一人が自らの役割を細胞レベルで理解し、恐れることなく敢行していました。後半にはハフィーニャがピッチに戻り、鮮烈な復帰を知らせる明るい材料まで加わりました。マドリーにほとんどチャンスを与えなかった王者にふさわしいクリーンシートでの完勝劇でした。反面、レアル・マドリードのベンチとピッチは重く沈み込んでいました。目の前で宿敵に優勝を明け渡す屈辱的な状況。マドリディスタが何よりも求めていたのは戦術の優劣ではなく意地だったはずです。どん底の危機の中にありながらもがむしゃらにボールを追いかけ、身を投げ出して少なくともクラブのプライドだけは守り抜くこと。しかしピッチの上を無気力に走る白いユニフォームはまるで気の抜けた炭酸水のように、ただ淡々と時間を消費しているように見えました。カウンターの脅威すら放棄し、かつ意志さえ疑わしいその雰囲気は内部崩壊という言葉を裏付けるのに十分でした。アルバロ・アルベロア監督の身振りからは、この状況を打開するための戦術的要素も選手を鼓舞する熱いメッセージも感じられませんでした。見る者にストレスだけを与えるその試合運びは、個人の守備意識に依存する限界を露呈しており、チームとしての質においてバルセロナとの間には格差が存在しました。私は選手たちに何度も言ってきた。他の全チームが自分たちより走っているのを見るのは心が痛む。アルベロアが今シーズン中ずっとチームに投げかけたというその叫びは、この第1番でも誰の胸にも響きませんでした。今シーズンのマドリーはピッチ外での暴行騒動やバカンス問題など規律の乱れが目立ちました。シャビアロンソが突きつけたレアル・マドリード、幼稚園という痛烈な皮肉がこれほど説得力を持って響き渡った試合もなかったでしょう。リーが2位でのフィニッシュはおそらく確定でしょうが、チーム状況は少しの軌道修正でどうにかなる次元を超えていました。メンバーの根本的な刷新を含む解体レベルの再出発が不可避であり、かつてジョゼ・モーリーニョがもたらしたような痛みを伴う劇薬が必要かもしれません。そうでなければ過去のチャンピオンズリーグ優勝のような栄誉に再び到達することは難しいでしょう。歓喜の渦に包まれたカンプノーの真ん中で、バルセロナの指揮官ハンジ・フリックはどのような思いでその光景を見つめていたのでしょうか。彼にとってこのシーズンは決して平坦な道のりではありませんでした。新しい哲学をチームに注入し、若き才能を開花させながらベテランと融合させるというのは大きな挑戦でした。その結果、彼の育成によって選手個々のレベルは飛躍的に向上し、ベンチにまで替えの利かない選手が溢れ返るという嬉しい誤算を生みました。クリックの戦術的深みが今回の優勝を通じて見事に証明されたのです。バルセロナが今回のクラシコで見せたのはクオリティの証明です。残る目標は全ての試合に勝利して勝ち点100という偉大な記録でシーズンを終えること。そして来シーズンこそはヨーロッパの頂点、チャンピオンズリーグでの栄光をつかみ取ることです。